動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、Kintoneにログインして、Kintoneを開くと出てくる一番最初の画面、これをね、ポータルというふうに呼ぶんですけれども、どんなことができるのか、で、どういう意味でね、このそれぞれあるのか、そのあたりも含めて、このポータルについて徹底解説していこうかなと思います。ポータルいろいろあるんですけれども、一番上がまず検索ですね、検索。で、お知らせの掲示板に通知、未処理、スペース、アプリ。この6つのブロックみたいな形のものに構成されています。検索なんですけれども、こちらは全体検索なので、Kintoneの環境の中全部をね、検索しに行きます。アプリを開くと逆にアプリ内検索みたいな形になってくるので、検索する範囲が変わってくるというところをご注意ください。次にお知らせですね。お知らせは通知が来るっていうわけではなくて、ここにいろんなことを書いてですね、こんなことできますよみたいな掲示板みたいな形で使っていただくことが多いかなと思います。通知はそのまま通知ですね。例えば、プロセス管理を使って自分が今担当になっているとか、コメント欄で自分に何かコメントが飛んできたとか、何日前ですよみたいなリマインダーを使ってると、そのあたりも飛んでくる。ここが通知になっています。で、先ほどちょっとお話したプロセス管理というお話をしましたけれども、ここがプロセス管理で自分の番が来ている、ただまだ処理ができてないものですね、を未処理として扱っています。出勤してまずここを見ること多いんじゃないかなとは思います。まだ未処理のタスクがあるからやっていかないといけないな。例えばこの情報共有アプリ、これが今私の番になっているので完了する。そうすると未処理から消えていく。スペースに関しては、フォルダーみたいなイメージですけれども、このような形でスペース内にまたお知らせ、スレッド、アプリ、ピープル、関連リンクといろいろブロックがあります。メインのポータルから派生して、例えば人事部だけが見れるスペースであったりとか、管理者、役職者しか見れないスペースみたいなことを作ってですね、ここで作ったアプリはこのスペースの権限と基本イコールになっていますので、人事部しか見れないアプリになったりとか、もちろんその後アプリの方で設定して人事部の中でも誰々がとかはできるんですけれども、こういったまた別の場所を作る、それがスペースになっています。で、最後にメインとなるアプリ、こういうような構成でポータルは表示するようになっております。今まではこのポータルっていうのは一つのKintoneの環境に一つしか作れなかったんですけれども、こちらのオプションでポータルの管理っていうのがあります。これでですね、ポータルをさらに追加するっていうこともできるようになりました。このような形で新たなポータルっていうものも作れます。通常のポータルに加えて最大3つまでポータルを追加することができるようになりました。これで人事関係のものは、イベント関係はポータルを使い分けることができるようになりました。で、特にですね、このお知らせ機能というところは非常に便利で、このような形でアプリのレコードを貼り付けるっていうことができたり、グラフを貼り付けるってこともできたりします。これをすることで今の現状ですね、どうなっているのかっていうのが分かったり、アプリのそのレコードにアクセスしやすくなります。Kintoneのアプリはね、非常に便利なんですけれども、スタンダードコースでいくとアプリ1000個まで作れます。1000個まで作ると、そのアプリを探すっていう作業が結構大変になってくるんですよね。例えばこちら、豊雲っていうアプリを作りました。この豊雲ってアプリにできるだけ早くアクセスしたい。そういった場合、まずアプリをお気に入りにしておく。そうすることで、ここにお気に入りのアプリが出てくるので、すぐに豊雲アプリを見ることができます。ただ、お気に入りもね、たくさん増えてくると大変ですよね。じゃあもう次どうするかっていうと、ここにブックマーク。このブックマークの機能で、こちらから豊雲アプリに移動する。こういうこともできたりします。それぞれアカウントに設定が残るので、お気に入りにしたからとか、ブックマークしたら他のユーザーにもそれが反映されるってわけではないので、自分が使うアプリっていうところをこちらで設定してすぐに移動するってことはできるようになるんですけれども、もう一つですね、逆にいつもこのアプリは見てほしいなというアプリとかがあればですね、リンクを貼るってこともできますし、結構やられているのは画像を使ってですね、アイコンが作れるサービスもありますし、ご自身で画像ソフトとかでね、アイコン作ってもいいかなと思います。これでアイコンを作って、こちらをね、このままだとね、使えないので、こうやって、そしてリンクを押す。で、ここで飛びたいアプリのリンクを設定しておく。これで、ここを押すとリンクに飛ぶ。
アプリに飛ぶってことができたりします。今の場合は押したらアプリに飛ぶだけなんですけれども、新規追加したい場合はアプリの URL ですね。先ほど設定した URL に/edit 入れていただきます。それをこちらでね、リンクを設定すると、いきなりね、新規登録の画面に移動するってこともできたりしますので、このあたりを駆使してですね、ここのポータル画面のお知らせをどんどん使いやすくしていくっていうところが、一つ、キントーンの基本機能を使ったカスタマイズになるかなと思います。ブログの方にも紹介してますし、綺麗に並べる方法とかもね、いろいろご紹介してますので、こちら見ていただければなと思います。キントーンのポータルはですね、いろんな情報を確認するためにいろいろとね散りばめられている非常にね便利な場所にはなってはいるんですけれども、例えばこのアプリ見るだけでいいとか、この掲示板見るだけでいいってなってくると、このユーザーのアカウントを導入するともったいないのかなと思う方もいるかなと思います。じゃあ一つそのね見る専用のアカウントをキントーンに作って使い回ししようかなと思う時もあるかもしれないですけれども、キントーンはアカウントの使い回し禁止なんですね。なので1人1アカウントなんで、1つのアカウントで A さんが入る B さんが入る C さんが入るってことはやっちゃいけないんです。そうなってくると情報を見るだけやのにアカウント1個買うっていうのが人数も多くてなかなかそこまでっていう場合は、豊雲の警備ワーを一遍ちょっと検討いただいたらいいんじゃないかなというところ。なぜかというと、豊雲のね警備ワーにはまずそのアプリのレコードを公開するってことができます。このような形でね、さっきのテスト豊雲っていうのをキントーンに入れている。例えばここが豊雲を豊雲ちゃんと変更します。変更すると公開している情報も変更することができる。このような形で情報を外部に公開する。これが警備ワーなんですけれども、これだけじゃなくてですね、このような形でグラフを公開するってこともできたりしますし、通常のグラフと違ってもう少しですね高度なグラフっていうのを設定することもできるんですけれども、先ほどお話ししたレコードの一覧とかグラフを組み合わせて、このような形でポータルみたいなものを作ってですね、情報を見るだけの人に関してはこの URL を見に来てくれたら情報が見れるよってこともできたりします。もちろん IP アドレス制限であったりとか、豊雲のユーザー管理の仕組みを使ってアクセス時にメールアドレスとか Google のアカウントとか Microsoft のアカウントを使ってログインさせるってことで、セキュアな環境のポータルっていうのを作ることも可能です。今回はキントーンのポータル画面って何だと、ポータル画面でできること、さらにポータル画面をカスタマイズしたらこんなこともできますよ。さらにポータル画面見るためだけにキントーンのアカウント契約っていうのがどうなのかなって場合は、警備ワーを使っていただくと情報を公開するってことも可能になります。でこの情報の公開に関してはまたいろいろと動画を上げていますが、社内だけっていうこともできれば、社外向けにキントーンの情報を含めてポータルを使ってお客さんであったりとか一般の方向けに情報を公開するってこともできたりしますので、そのあたりも含めてですね、ぜひとも豊雲製品一度触ってみていただけたらなと思います。このチャンネルではキントーンの使い方であったり豊雲製品の使い方いろいろとね動画上げてますので、ぜひともチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。